これだけ知っていれば大丈夫。神々の時代、妖霊星の誕生から三姫が旅を始まるまでを振り返っていきましょうね。ということでね、コミカライズ版半妖の夜叉姫も気づけば2年ちょい経っておりますので、期間だけで言えばアニメ以上長くね、やっていたりしますよと。そうなるとね、物語の中盤を超え、いろいろと最初謎とされていたところもね、明かされていっていきましたので、今回はその三姫としての物語が始まっていくその第1話よりも、時期的に前に起こった出来事っていうところをですね、まとめ振り返ることで、その今後の半妖の夜叉姫にね、備えていこうの回でございます。で、おそらくなんですけど、ちょっと、サンデースーパーでね、今掲載されている現状最新話のその26の章までの話がね、ちょっと踏まえてたりする気がしますので、ちょっとそこら辺をね、見てから話ね、聞いてくださいっていう感じで、お願いします。はい、やっていきます。ではまず、この作品の中で最も昔の出来事、そしてその戦いの始まりのきっかけでもね、あります。妖霊星の誕生のね、話していきたいんですけど、こいつがその神々の時代、宇宙と時空を司る、神様であるアマテラス大神。これはね、日本神話にもね、出てくるやつなんですけど、ちょっとその椎名先生のオリジナル要素もね、踏まえての話なんですが、アマテラスが世界を永遠に営むため、清らかで温かい心だけをね、守っておく必要があったわけです。なのでその自分の横島な部分っていうのを全部切り離したんですけど、その切り離されたものが、妖怪化してしまったものが妖霊星であるよと。これはね、ドラゴンボールの神様とピッコロ大魔王をね、イメージしてもらったら分かりやすいんじゃないでしょうか。なんで、いわばその妖霊星っていうのが、そのアマテラスから打ち捨てられた存在っていう風になっていきますので、ある程度そのアマテラスに対してね、憎しみや悲しみっていう部分のね、強い感情を、持っていましたよと。だからそのアマテラス大神が今守っている地上の世界っていうところに、その感情をね、500年ごとにぶつけて、世界を無に返そうとしていますよと。だからすげえそのやっていること自体はね、とんでもない話ではあるんですけど、でもその、かわいそうでもあるよね、妖霊星っていうのがね、リオンさんが聞いていた時に言っておりましたので、ほんとリオンさん優しい子だよねっていうことがここ、わかりますね。でね、その妖霊星に対してアマテラス自身が何かしらその対抗策を講じるっていうこともね、できるわけなんですが、やっぱその世界のためにね、犠牲にしてしまったよっていうその罪悪感的なところもありますので、直接手を下すことはしていなかったんですが、でも放っておきますと、やっぱ妖霊星の力で世界終わっちゃうんで、代わりにそのアマテラスが可愛がっている山犬のアクルにね、世界の守護を頼むことになります。これね、犬に頼むとはっていうとこあるんだけどね。でも、昔の話ってそういうのあるよね。で、そのアクルはですね、時代樹を通して、そのね、500年ごとの時代で最も強い妖怪にも、協力を仰ぐことで、その500年ごとに接近する妖霊星と戦い続けていますよっていうのが長年続く、このね、戦いのその根源的な部分のね、お話になっております。そして、その後、これ具体的な年数わからないんですけど、島国にまだ独自の文字がなかった時代とありますので、少なくとも2000年以上前に7つの海を渡り世界を回っていたキリマルさんが、最後に訪れた国で犬の大将と出会いますよと。で、そこでその西国のね、歯を求め競い、宿敵としながらも、戦いをね、認め合う、存在になっていったっていう、話があるんですけど、ここら辺はアニメと大体一緒かなってところですわな。そして、これもね、アニメと似た話なんですけど、戦いの中でね、折れたキリマルの角っていうのが、ゼロさんの力で命を与えられ、リクさんが誕生しますよと。これがですね、ゼロさん曰く、そのキリン丸の一部ではあるんだけど、リクはね、キリン丸の選ばなかった可能性としての存在、ちょっとね、わかりにくいかもしれないんだけど、もう一人のキリン丸ではあるんだけど、キリン丸がもう慣れない方のキリン丸。わかるね。で、あとそのアニメだとすごいね、犬の大将に負けたキリン丸さんって色々とね、不安定な感じ。その流れでリクを生み出したとかもあったんだけど、漫画版の方ではですね、純粋に大将の実力を認めている感がね、ずっと持ってましたので、だから一本筋が通ってるというか、あんまね、そのブレのない、心身ともにちゃんとその犬の大将の、ライバル足り得る、存在感はね、ある。キリマルだったかなというふうに、思っております。だからね、とてもいい関係をね、持っていたわけなんですが、こっからさらにね、時が流れ、三姫の冒険が始まる約500年前での妖霊星の接近でですね、ちょっと大事件が起こってしまうわけでございます。この時代ではね、キリマルと犬の大将っていうのが、そのアクルによって地球の守護者として選ばれていたんですが、その妖霊星本体の攻撃自体はですね、軽く振り払うことはできたんですが、その攻撃自体が実はほんの1
一部であり、本命はですね、屋敷の方に離れて、避難しておりました、麒麟丸の家族の命だったんですよね、これ。これはやっぱりその500年ごとにですね、妖霊星襲撃しているわけではあるんですけど、現状世界がね、全く壊れていないということは、おそらくそのアクルの死者によって、これまでのね、攻撃が全部防がれているよと。だからその妖霊星さんは少し考えまして、ならばと、その死者を操り、逆に自分の手駒にしてしまえばいいんではっていう風に考えた上での計画。結果的にリオンさんが死んでしまい、ゼロさんも重傷をね、負ってしまいますよと。で、この重傷っていうのはね、体のところはもちろんあるわけなんですが、それだけではなく、リオンさんすごい近くにね、そばについていたんですけども、助けることができなかったっていう、すごいね、後悔っていうのをね、ゼロさんに残すことになります。そして、キリン丸さんももちろんですね、妖霊星の企みに気づけずに、その娘をね、ただ失ってしまったっていうその悲しみだったり、この自分のね、不甲斐なさというところにね、すごい飲まれてしまったのかなと。でもこの段階ではですね、諸悪の根源っていうのは妖霊星となりますので、普通はただただその妖霊星に対して恨みつらみをね、持っていくっていうところになるんだけども、キリン丸の取った行動というのは、屋敷にこもり、リオンを蘇らせる方法を探し続けるというものだったんですよね。で、その結果が犬夜叉の方でもありました、浦末のね、行っていた秘境をね、復活させた反言の術。これとね、同じものを使って、そのリオの魂をですね、土の体ではありますが、現世にね、留めることはできたわけなんですが、やっぱりそのキリン丸さんの目指すのはですね、死に玉をね、必要としない、リオンの完全復活ですので、変わらずね、屋敷にこもって研究を続けることになります。で、そのね、キリマンさんが結局ずっとね、こもってしまいましたので、その間はその心にね、強い大きな傷を残しながらも、ゼロさんが代わりにキリン丸の配下をまとめてあげていたのかなと思うんですけども、傷を負いながらも頑張っている彼女をね、襲うさらなる不運となりますのが、200年前にありました、犬の大将の死でございますわな。これはですね、やっぱアニメ同様ゼロさんっていうのは犬の大将に対して強い、慕う気持ち、思いを抱いておりましたよと。だからそのリオンをね、救えず、弟キリン丸が心を病み、屋敷にね、引きこもりになっていたとしても、最後のね、その心の支えとして、犬の大将がね、ちょっとあったから、頑張ろうかっていう気持ちがそのゼロさんあったかもしれないんだけども、そのね、犬の大将が、輸流骨性とのね、全然関係ないとこで、ちょっと傷で死んじゃいまして、その最後の心の支えもね、失ってしまいましたよと。これにより、その、悲しみのね、感情からね、耐えきれなくなったゼロさんのね、行動というのが、自身の心の破壊。ちょっとね、これ話変わるというか雑談になっちゃうんですけど、これ考えているときに、その夢の胡蝶を受け入れた刹那と対比になっているなと感じるところで、刹那さんはね、やっぱ強くなるために、仲間を助けるために、感情をね、封じていったのに対し、ただただ自分がね、その悲しみから逃げるために、その心を壊してしまったゼロ。やっぱ互いに心をなくすというね、点では似てはいるんですけども、ゼロさんの方はね、どんどん悪い結果に、その妖霊星のね、これも全部その妖霊星のね、術中にはまってしまっていったのかなっていう風に、なりますのが、さらにこのからね、時が流れまして、犬の大将の死からさらに200年後。だからまたその妖霊星がね、接近する年であり、またその刹那とはモロハが生まれた年の出来事になるんですけど、ここでそのゼロさんっていうのはね、心を破壊することで犬の大将へ慕う気持ちっていうのはすごいね、捨て去ったわけなんですけど、それでもなんかそのかすかに残ると言いますか、やっぱでかいね、思いがあったので、それがなくなったことによる、その自分の記憶の違和感っていうのをね、すごい感じていたそうです。でもそれがどういう気持ちだったのかっていうのはやっぱりその壊しちゃったから思い出すことはできなかったんですけど、その思いっていうのをもうただの嫌悪感であって、犬の一族関係者をすべて根絶やしにすればその不快感は消え去るんだよっていう風に、その妖霊星にうまいこと誘導されてしまうんですよね。だからそのゼロさんっていうのはその不快なね、気持ちっていうのを消し去るために、この作品でもずっとその犬の一族である三姫をね、狙い続けているよと。そしてね、500年屋敷にこもっていたキリン丸さんもまた、これまでね、その世界を回って手に入れた知識をね、使って、時の風車っていうのを作り出すわけなんですけど、で、この時の風車っていうのが、あらゆる
時空が崩壊してしまうんだけど、代わりに望みの世界を作り出すことができるよと。つまりそのリオンさんが死なない世界もね、作れる装置ではあるんですけど、この装置を起動させるためには、莫大な揚力が必要になると。なんで神の揚力を持つ妖霊星の力をね、エネルギーとして借りるために、ゼロさん同様、妖霊星の敵となるその犬一族の殲滅にね、すごい協力しているよっていうここは関係性。だからでもこれ全部ね、もともと妖霊星のね、せいだよなっていうのはあるんですけど、ここら辺も全部やっぱ妖霊星の能力的なところでね、うまいこと、操られちゃってんのかなっていう感じはありますね。そしてそんなね、キリン丸ゼロが犬一族を倒す計画として立てたのが、カゴメリン三姫を人質に取り、無抵抗のまま犬夜叉摂政丸を殺そうとしようとするんですよ。けどね、それを聞いていたリオンさんっていうのは、もうそのゼロキリン丸がね、正常ではないというところに気づいておりましたので、キリン丸の元から離れ、摂政丸にね、会いに行き、ここがね、協力関係になりますよと。で、その後、犬夜叉カゴメリン三姫、生まれたばかりのね、三姫を五母堂様の神殿のところに避難させることで、キリン丸ゼロのね、人質にする計画っていうところは阻止することができたんですけども、その年にね、ついに襲来してきました妖霊星からの防衛ですね。の時に、摂政丸をかばい、犬夜叉がキリン丸配下の妖霊団によって、瀕死の状態に。そしてね、かぐめさん、リンさんも避難したんだけど、ゼロのね、犬の大将への思いっていうのが死の呪いっていう風になって、二人の体をね、蝕むんですよ。なので、その犬夜叉ともども生命維持のために、現状はその時計を操れる時代樹の元に封印されることになります。でその後、残された赤ん坊の三姫はですね、摂政丸の屋敷で邪剣無怨なの手によって、大切に育てられていくんですけども、その3年後、三姫のね、命を変わらず、狙っているゼロの、配下であるホムラ、混沌に、襲撃を受けることになります。けどこの襲撃に関してはね、無女の協力と、虹色真珠の力を借りた、邪剣さんのね、大活躍。本当にかっこいい邪剣さんが見れるんだけど、それによって、撃退することができましたが、追っ手から逃げるため、トワさんだけは、その時代樹の力で現代に飛ばされて、14歳になるまで、日暮家の下でね、生活することになりますよと。結局その時代樹の力で飛ばされてるんで、いつでもね、戻ることはできたのかなっていうところはあるんですけど、これはね、その後の戦い、生き抜くため、勝ち抜くために、その揚力の少ない現代の特殊な環境で生活させる必要がね、あったそうです。そして戦国時代に残った刹那諸刃さんもですね、屋敷のね、襲撃を受けた後は、その楓さんのところに拾われていって、その里でね、過ごすことになるんですが、やっぱその妖怪の子供であるっていうところで、その同年代からすごいね、迫害というか、虐げられるような、ひどいいじめをね、受けていたそうなんですけど、犬夜叉かごめ譲りの勝ち気なところをね、持っていたりする諸刃さんがかばってくれていたそうなんですが、守られてばかりじゃいられないということで、その強くなるためにですね、刹那さんは五母堂様のね、夢の胡蝶の呪いを受け入れまして、で、その大蛇がね、復興してから、その一員として、いろいろと力をね、つけていきますよと。でも今度はですね、逆にそんな刹那の胡蝶のね、呪いを解くために、この諸刃のためにね、呪いを受けたんですけど、その呪いを解くために、諸刃さんが一人で、里をね、出て行ったんですが、これがその見つけることがね、できず、それどころかその命のね、危機とかに陥ってしまったんですけど、結果的にこれに関してはね、矢原木さんのおかげで助かることができたんですが、代わりにその多額のね、借金を背負うことになってしまいます。なんでその借金返済のために、ここら辺もね、アニメ同様、その賞金稼ぎをね、することになっていきましたよと。だからやっぱその三姫がそれぞれ、助けにね、なってくれる人が、いたりしたわけなんですが、その苦難をね、重ねながらもですね、力をね、つけていきまして、生まれてから重要になった時に、その現代で三姫が再会をね、果たすことになって、旅が始まっていくっていう話なわけですわな。なんで最後軽くまとめていきますと、この物語すべてはですね、アマテラス大神と妖霊星からね、始まった物語でありまして、最終この妖霊星の企みを打ち破るために、摂政丸様は動いていて、それには三姫の成長が必要不可欠であるよと。で、ここら辺のね、話も一応現状三姫さん知っていたりするんですが、今はその封印されたままの状況であるカゴメリン、犬夜叉を救うためにですね、ゼロに心を取り戻させ、時の風車を起動させようとしているキリン丸を止め、最大の敵である妖霊星をどうにかするっていうのがですね、現状三姫たちの最終目的であるよっていうところでですね、いろいろとはしょったところもあったりするんですが、今回はこの妖霊星とか、そこら辺をね、メインにしながら過去の話を振り返っていこうの回でございました。